スマホの中に友達リストが何百人もいて、LINE も SNS もいつでも誰かとつながれる。なのに夜中にふと自分は誰にも本当のことを言ってないなと気づく瞬間があります。既読はつくのに本音は一個も送っていない。そういうトークがありませんか？つながる手段が増えるほど孤独は減るはずなのに、実際は逆になっている気がする。つながればつながるほどなぜか一人になっていく。これは気のせいではなくて、ちゃんと理由があると私は思っています。今日はこの孤独の正体の話です。エヴァンゲリオンというアニメにレイティフィールドというものが出てきます。少年シンジたちが戦う敵はまず張ってくる光の壁です。エヴァの攻撃すら弾き返す絶対の防御壁。最初はただの戦いの設定にしか見えません。ところが物語の終盤、渚薫という少年がシンジにこう告げるんです。レイティフィールドは誰もが持っている心の壁だと。つまりあの戦いの壁は比喩じゃなくて僕らが他人との間に張っている心の壁そのものだったということなんです。人を傷つけたくない。自分も傷つきたくない。だから張る壁です。その壁があるから人は一人ぼっちになる。でも同時にその壁があるから自分は自分の形でいられる。レイティフィールドは孤独の原因であり、同時に自分の輪郭そのものだった。壁があるから孤独になる。なら壁を全部消してしまえばいい。エヴァンゲリオンの裏で進んでいるのはまさにその計画です。人類補完計画と呼ばれています。全人類のレイティフィールド、つまり心の壁を一つ残らず消してしまう計画。壁が消えれば人はこの形を保てなくなってデルシエルという赤い液体に溶けていきます。みんなが一つに混ざり合う。そうなればもう孤独はない。傷つけ合いもない。誰も気持ち悪いなんて言われない。孤独の完全な治療です。なのにシンジはその世界を拒否するんです。劇場版のエヴァンゲリオン真心を君にでは枯葉全員が一つに溶けた楽園をいらないと突き返す。そして壁のある傷つくかもしれないバラバラの世界の方を選び直します。なぜか壁を全部消したらもう自分もあなたもいなくなるからです。会いたい誰かというのは自分と相手の間に壁があって初めて成り立つ。壁を消すと孤独が消えると同時にその孤独を感じている自分もつながりたい相手も消えてしまう。孤独を完全に消せる世界を目の前に用意されて、それでもシンジは孤独ごと自分でいることを選んだ。ここよく考えると不思議です。孤独の治療法を当の本人が自分の意思で捨てている。この選択に多分答えが隠れています。ここで3000年前の本の話をさせてください。液境という人間に起きる変化のパターンが64個順番に並べて記録された古代中国の本です。その64個の中に孤独という毛はありません。ところがつながりの毛ならあるんです。火という形です。絵にすると上に水が置いてあって下に血が置いてある。血の上に水があまねく行き渡っていく。乾いた大地に水が染み込むようにみんなが寄り添って親しみ合う。気というのは親しみ、つながり、寄り添いの毛なんです。ただし気は全部うまくいく毛ではありません。毛の言葉に船井蓬莱とある。つながりは満たされているものではなくて不安で落ち着かないものの方からより集まってくる。さらに幸不況、様子見でぐずぐず遅れたものは乗り遅れて孤立するとまで書いてある。そしてつながりの毛の一番最後にこう書いてあるんです。キシムシュ、今日、頭のない群れの親しみは今日、中心も芯もないまま、ただ群れてつながっているだけの状態は行き着く先がないと、つながりの毛が自分の最後の最後でこう言い切っている。つまり、つながっているのに孤独という状態を3000年前の人たちはつながりの毛の裏側からもう名指ししていたんです。頭のない群れ、芯のない親しみ、これがそのまま人類補完計画でした。全員を一つに溶かした首のない究極の親しみ、シンジはそれを今日として拒んだ。この目で今の世の中を見るとまさにキシムシをやっています。フォロワーの数、友達リスト、グループのトーク、つながりの数は人類の歴史で一番多い。でも真になる本当のことを言える相手はむしろ減っている。頭のない群れの中にみんないる。SNS は全員と薄くつながる装置です。言ってしまえば互換計画の出来の悪い版です。みんなを薄く一つに溶かして孤独を麻痺させているだけで決してはいない。
麻酔を打って痛みを感じなくしているだけ。傷そのものは壁の内側にずっと残っている。でもシンジはその薄く善意と一つを消って壁のある世界に戻りました。ここにひっくり返しがあります。孤独をゼロにしようとすればするほど自分が薄まっていく。壁を消すほど本当のことを言う相手も言う自分もいなくなっていく。だから孤独の解決はつながりを増やすことではないんです。むしろ逆で壁を自分という子をちゃんと引き受けること。壁があるからその壁を一枚だけ下ろせる相手というものが成り立つ。子を持つ覚悟が皮肉にも本当のつながりのたった一つの条件だった。では子を持つというのは何をすることなのか。孤独に強くなることでも一人で平気なふりをすることでもありません。実は火の火事の一番最初に奇妙な一言が置いてあるんです。減税。まず自分を占え。親しみの毛なのに最初の指示が人を見ることではなくて自分を確かめることなんです。続けて現意定とあります。自分の中に変わらないものがあるか、それを確かめてから人と親しめ。3000年前の順番はつながりが先ではなく自分が先なんです。SNS はこの順番を逆さまにした装置です。先につながって自分のことは後で考える。だからつながるほど薄まっていく。劇場版のラストでシンジが戻った世界の最初の風景を覚えているでしょうか。分かり合えない他人と隣にいる。それだけなんです。子を持つというのは分かり合えなさを引き受けたまま、それでも隣にいられること。全部分かってくれる誰かを探すことではないんです。孤独の反対はつながりの数じゃないんです。何百人のリストでも何千のフォロワーでもない。壁を一枚自分の方から下ろせる相手が一人いるかどうか。多分それだけなんです。シンジが全員一つの楽園を蹴って傷つくかもしれない世界に戻ったように、孤独をゼロにする必要はないんです。むしろゼロにしようとしたら大事なものまで全部一緒に溶けて消える。壁は消さなくていい。あなたの孤独はあなたの輪郭です。その壁をたった一人にだけほんの少し下ろして本当のことを一つ言えれば、3000年前のホモ、あの赤い海から戻ってきた少年も多分それで足りると言っています。